皆さんこんにちは。もうすぐ夏休みですよね。っていうか、もう夏休みに入っている国もありますよね。スペインもずいぶん前からもう学校はお休みですよね。日本のほとんどの学校は夏休みは7月20日から8月31日までの40日間です。皆さんは夏休みの計画をもう立てましたか？何か特別な予定がありますか？旅行する人が多いと思いますが、日本に来る人もいるかもしれませんね。すでに入国規制がなくなって、今円安の影響もあって、日本に来る外国人の旅行者が増えています。私が帰国した4月の時点でも、パリ発日本行きの飛行機の多分 90% ぐらいが外国人でした。実は15年以上この便を使っているんですが、いつもは 80% ぐらいが日本人だったんですよね。だから今回全く違う景色に驚きました。一瞬びっくりしたけど、それだけ日本を観光で訪れる外国人の人が増えてきているということなので、とても嬉しいことです。で、今日は観光で日本に来る外国人の皆さんは、日本で何をするのが楽しみなのかというのを調べてみました。何だと思いますか？皆さんがもし日本に来るとしたら一番したいことは何ですか？なんと1位は日本食を食べることだそうなんです。そして2位はショッピング、3位は自然景勝地観光。景勝地というのは景色がいい場所のことを言います。そして4位以下は繁華街。繁華街というのは賑やかな街の中心街です。その繁華街の街歩き、温泉に入ること、旅館に泊まることが続いています。1位は日本食を食べることなんですよね。だから今日は日本でぜひ食べてほしい日本食8選についてお話しします。まず1つ目はお寿司。お寿司は知らない人はいないですよね。日本食を代表する食べ物で、日本以外のたくさんの国で食べることができます。だからわざわざ日本に来て食べなくてもと思う人もいるかもしれません。でも日本で食べると美味しくて安いんです。外国で食べるとまずいという意味ではありません。日本以外の国でも美味しいお寿司を食べれますが、やっぱり値段がちょっと高くなってしまうんですよね。これは当然のことです。外国の材料とか調味料とかが簡単に手に入らないので、値段が上がってしまうんですよね。日本でももちろん値段はピンキリで、安いものからすごく高いものまでありますが、普通に美味しいお寿司ならリーズナブルな金額で食べることができます。だからぜひ食べてみてください。2つ目はラーメンです。ラーメンも有名ですよね。ちなみにラーメンはこのようにカタカナで書いたり、このようにひらがなで書いたり、そしてこのように漢字で書いたりします。もともとは中国が起源の料理でしたが、江戸時代の初めに日本に紹介され、その後変化発展しました。だから中国のラーメンと日本のラーメンは同じではありません。例えば麺。麺というのはヌードルのことですが、日本の麺はコシがありますが、中国のはコシがなくて柔らかいんです。だから日本と中国それぞれの国でラーメンを食べてみるのもいいですね。そしてスーパーに行くとインスタントラーメンもたくさん売っています。手軽でいいんですが、やっぱりラーメン屋さんのラーメンはもっと美味しいです。でもね、時間がない人はスーパーのラーメンでもいいので食べてみてください。お寿司と同じぐらい世界的に有名なラーメンなので、食べたことがある人も多いでしょう。スープの味は豚骨、鶏ガラ、醤油、味噌、塩などが一般的ですが、皆さんは何味が好きですか？私は気分によっていろいろ変えています。味噌がすごい食べたい日もあるし、あっさりした塩を食べたい時もあります。3つ目は焼肉です。焼肉というのは読んで字のごとくお肉を焼いた料理です。どの国でもお肉を焼いて食べるのは普通のことだと思いますが、日本の焼肉は網や鉄板で焼いて
タレをつけて食べます。タレというのはこの場合、焼肉を食べるときにつけるソースのことです。レストランで食べるときも自分たちで焼きながら食べるのが普通です。タレはお店や食べるお肉の部位によって違いますが、醤油ベースの少し甘いタレが多いです。お寿司やラーメンと違って外国で気軽に食べる機会が少ないと思うので、ぜひぜひ日本で食べてみてください。お値段も高級なものから食べ放題までいろいろあるので、予算に応じてお店を選ぶことができます。4つ目はお好み焼きです。お好み焼きは海外でも人気ですよね。私も大好きです。外国ではジャパニーズパンケーキやジャパニーズピザと訳されています。確かに丸い形や見た目はパンケーキやピザに似ていますよね。お好み焼きは小麦粉、卵、水でできた生地にキャベツなどの具材を混ぜて鉄板で焼いた料理です。日本にはたくさんのお好み焼きの専門店があるんですが、大阪、兵庫、広島の3県で全国の4割を占めているそうなんです。海外のレストランでも広島焼き、大阪焼きとメニューに書いてあるところもあると思います。どう違うのかというと、広島のお好み焼きは生地を鉄板の上で薄く伸ばして、その上にキャベツやお肉、卵などを乗せて焼いていく重ね焼きなんです。一方、大阪のお好み焼きは焼く前に材料を全部混ぜてから鉄板の上で丸い形にして焼いていきます。ふっくらしているのが特徴です。材料やソースは似ていますが、焼き方が全く違うので、大阪と広島の両方に観光に行く人はそれぞれの場所で試してみてください。5つ目はたこ焼きです。たこ焼きはお好み焼きと似ています。タコを焼くのではありません。お好み焼きと似ているんだけど、形は全然違います。たこ焼きはお好み焼きと同じく小麦粉の生地でできていて、中にタコと薬味を入れて一口サイズのボール型に焼いたものです。中にタコが入っているのでたこ焼きって言うんですよね。お好み焼きは食事として食べますが、たこ焼きは小さくて気軽に食べられるので、おやつとして食べる人がほとんどです。テイクアウトのお店や屋台が多いので、買ってベンチや公園、また歩きながら食べることもできるので、手軽に試すことができます。ただ、気をつけないといけないことがあるんです。焼きたては中がすごく熱いんです。急いで食べるとやけどするので、ゆっくり冷ましながら食べてください。6つ目はおにぎりです。おにぎりというのはライスボールです。熱いご飯を握ってボールのような形にして、その中に好きな具を入れて海苔で包んで食べます。これも有名ですよね。おにぎりは冷たくなっても美味しく食べることができるので、お弁当とかおやつ、夜食などにも大活躍です。具は好きなものを入れることができますが、一般的なのは梅干しとか鮭とかおかか、昆布、明太子などです。他にツナマヨや天かす、味噌、チーズなども人気です。ご飯を握るだけなので自分で簡単に作ることができますが、日本ではコンビニやデパ地下にもたくさん並んでいて、お値段も安いので、ぜひ買って食べてみてください。7つ目はしゃぶしゃぶです。これは多分私が日本料理で一番好きな食べ物です。多分というのは、お好み焼きも好きなんだけど、その時の気分やお腹の空き具合によっていろいろ変わるんですよね。だから多分と言いました。しゃぶしゃぶって聞いたことがありますか？これは鍋料理なんです。だし汁の中に薄切りにした牛肉を数回くぐらせた後、ポン酢やごまだれをつけて食べます。お肉の他の具材は白菜、ネギ、人参、椎茸などです。お肉を薄くスライスしたものをだし汁に入れるので、すごく柔らかくて調理に油を使わないし、野菜もたっぷり取れるのでとてもヘルシーだと思います。
海外でも大きな都市の日本料理屋さんで食べることができると思いますが、お値段もちょっと高くなると思います。日本でもコース料理になっているところも多く、やはり値段は少し高めになっています。なので予算に余裕があればぜひ食べていただきたいと思います。そうだ、一人しゃぶしゃぶが食べられるところもあるんですよね。そこは結構リーズナブルだと思います。でも普通は鍋料理なので2人以上から注文を受けるという料理屋さんが多いです。だから一人の人は一人しゃぶしゃぶってググってみてください。まだまだ食べてほしい日本料理がたくさんあるんですが、今日は一般的なものを中心に選びました。次は日本料理に詳しい人、通な人、何度も日本に来ている人におすすめする食べ物も紹介していきたいと思います。よろしければコメント欄でみんなの好きな日本料理を教えてください。お願いします。今日も最後まで聞いてくれてどうもありがとうございました。面白かった、勉強になったと思う人はチャンネル登録と高評価をお願いします。してくれると喜びます。それではまた次回のポッドキャストをお楽しみに。バイバイ。